4年間、うわ、プロにすればよかったなって思い続けるよりも、プロ買って無印でもよかったなって思い続けるのだったら、無印でも。どうもこんにちは、まみよしです。iPhone 16シリーズも発売してから4ヶ月経ちました。今回はこのチャンネルの視聴者で iPhone 16を買った人55人にどの機種から買い替えたか、買い替えた理由とか、あと実際に買ってみて良かったのか悪かったのか、その辺聞いてみたので、ぜひこちらの意見参考に iPhone 16買うか検討してみてください。ということで早速見ていきましょう。今回こんな感じで聞いてみました。iPhone 16シリーズ買ってから4ヶ月、どの機種から買い替えたか、買い替えた理由、実際に買ってみてどうだったのか、色ちょっと失敗したなとか、この機能実際に使ってみたけどあんま必要ないとか、あとはこの機能期待してなかったけどめっちゃ良かったとかね。そういうのを聞いてみました。いいところも悪いところも聞いてみたので、ぜひ参考にしてみてください。今回55件のコメント来ました。ありがとうございます。ということで見ていきます。じゃあ上から見ていきます。まずともさん、11 Pro から16 Pro に移行しました。5年ぶりの更新ですね。11 Pro のバッテリーが持たなくなってきたので買い替え。デザートチタニウムかっこよくて満足してます。iPhone に関しては13シリーズから結構バッテリーの持ちが良くなってきたので、11とか12だと結構きついのかもしれません。動作速度もそうだし、カメラの倍率、バッテリー持ちとか全部良くなってると思うので、これ結構ね、体感差かなり良くなったのかと思います。続いてタクオさん、14 Pro から16 Pro。2年ごとに買い替えを意識しています。買い替えて良かった点は、充電端子がライトニングからタイプ C になったこと。いや、これはね、かなりでかい。タイプ C になったことによって、例えば僕が今使ってるこちらのワイヤレスマイクとかもそうだし、こういったね USB-C 接続のマイクとかそういったのもつなげられる、あとは SSD とか、あと SD カードリーダーとか、そういったパソコンで使うようなアクセサリーも今回 iPhone に接続できるようになったので、そういった点も iPhone 15シリーズからかなり嬉しいポイントになってますね。で、データの転送速度の向上も感じられました。なるほど。カメラもログ撮影には感動しましたね。他にも望遠カメラの進化も嬉しいポイントでした。14 Pro だと2倍、3倍カメラかな ?3 倍から5倍になったと。いや、5倍レンズがね、結構いいんだよね。ちょっとね、癖があるところもあるんだけど、なんだかんだこう、明るい状態とかだとかなり綺麗に撮れるので、5倍レンズはね、僕も重宝してます。あとは今回はこの iPhone を見せるためにね、一眼で撮ってるんですけども、ログ撮影がね、本当に良くて、iPhone とかスマートフォンの動画撮影って結構ね、シャープネスを効いたカリカリな映像に仕上がっちゃうんですけども、こうやって一眼で撮ってるみたいな、こう、ふわっとした感じで撮影できるので、僕はね、このログ撮影かなり気に入って普段の YouTube 動画も iPhone 16 Pro で撮影してます。あとは本体重量が軽量化したので良かったです。見た目はステンレススチールの方が高級感あったので個人的には好き。なるほど。そう、今回ね iPhone 16から側面がねテカテカのステンレススチールからチタンに変わったんですけども、これみんなどっちが好きですか？僕的にはねこっちのチタンのちょっと落ち着いた感じの方が好きなんですけど、よかったらコメント欄で教えてください。続いてもちぞさん、 iPhone 11から16 Pro に変えました。でも11から変えた人結構多いかも。ゲームをするのでぬるぬる動く操作感と子供が生まれたので写真をいっぱい撮るんですが、カメラコントロールボタンで思いついたらすぐカメラが起動できるのが嬉しい。わかる。カメラコントロールボタン最初のレビューだとちょっと微妙だなって言って感じで別にいらないみたいなレビューが多かったと思うんですけども、僕ねこのカメラコントロールがめちゃめちゃ気に入ってて、発売当時だとこの画面が消えてる状態から一回押してもカメラは起動しなかったのかな、ちょっとあんま覚えてないんですけど、今はねスリープ状態からカメラを一回押すだけでカメラ起動することができるようになったので、写真撮りたいってなった時にポケットから出す時にもうこちらのカメラコントロールボタンを押して構える頃には撮影可能になってるっていう、そういうカメラ起動ボタンとしてかなり愛用してます。こちらでシャッターを切るとか、あとは倍率を変えるとかっていうのはあんまやってないですね。僕は露出をねちょっと調整するようにして、ここでちょっと明るさ、例えば夜とかだと結構明るくなりがちなので、こうやって露出を下げてあげて画面親指でタップして写真を撮るっていう使い方で使ってます。なのでカメラコントロールはね個人的にめちゃめちゃ嬉しい機能ですね。あと最近この Galaxy S25 Ultra こちらも使ってるんですけども、カメラコントロールボタンねこの Galaxy にも欲しいなっていうぐらいカメラコントロールボタンは気に入ってます。で、簡単にいい感じのポートレートになるので助かってます。変えた理由は単純に4年使って電池がやばかったからです。プロにしたのはカメラ重視で選びました。なるほど。そうそう。あとね11から16 Pro に変えることによって、さっき言った通り USB-C になることによって USB メモリとかそういったものもつなげられるようになったので、この写真動画をいっぱい撮って容量がいっぱいになっちゃったらそういった USB メモリとかにデータを移行する、そういった使い方もできるので iPhone の容量がなくなったとしてもデータを移行できるようになったので、そういった点も16のかなりいいポイントになってます。で、電池持ちもね11から16 Pro だったらかなり変わったと思います。続いてイエローさん、12 Pro から16 Pro に乗り換え、充電1日持たなくなってきてローンも終わったので買い替え、色迷ってるけどナチュラルチタニウムは大人っぽくてかっこいい。ナチュラルチタニウムはね結構賛否両論あるんですけど、僕はね結構いいと思います。12 Pro から16 Pro に乗り換え、4世代ですね。充電1日持たなくなってきてローンも終わったので、そう最近はね僕キャリアで全然買ったことないんで何年契約とかわかんないんですけど、3年
年契約とか4年契約とかもなんか増えてきてるらしいので、こういうローンが終わったタイミングとかで Apple Store で買うようにして、SIM はまた別で楽天契約するでもいいし、アハモとか LINE もとかそういうのでもいいし、そんな感じでね、スマホ代を安くするっていうのも全然ありだと思います。カメラや音質満足、何より充電長持ちしすぎ。いや、充電持ちはね、やっぱ12 Pro から16 Pro だとかなり変わりますね。カメラや音質も満足。そう、iPhone ってね、スマートフォンいろいろ試してるんですけども、スピーカーの音質がね、なんかすごいバランスがいい。低音もしっかり出るので、スピーカー音質重視するっていう人も、この16シリーズとか、iPhone ね、かなりいいと思います。ER さん、iPhone12 から16無印に乗り換え。みんな4世代ぶりの更新とか多いですね。4月からの新生活に備え、4年使っていたので買い替えました。ストレージ容量もパンパン、バッテリーも 70% だったのでいい機会かなと。iPhone16 になって一番びっくりしたのはバッテリーの良さ。通学中の使用や動画等長時間使用でも1日余裕で持つバッテリーは最高です。確かに。なんかね、ゲームとか、あとはカメラをめっちゃ使うとかじゃなければ本当に1日持つので、モバイルバッテリーを持ってくってことはあんまりなくなりましたね。僕はね、なんかあんまり家で充電する癖がなくて、出かける前に充電 40% とかで出かけることが多いので、モバイルバッテリー持ってくことも多いんですけども、毎日 100% まで充電すれば、モバイルバッテリーはいらないくらいバッテリー持ちます。カメラコントロールもデジカメ風に使えて、カメラが楽しくなるのも個人的にいいポイント。カメラコントロールで撮影してるってことかな。そういえばね、最近カメラコントロール、この半押しみたいな感じでオートフォーカスロックとかできるようになったので、それもちょくちょく使うかも。新機種なので各動作がサクサクで作業もスムーズにいくので、諸々含めて最高です。そうね、特にパソコン持ってる人とかだったらスマートフォンってね、別に前のやつでもいいと思うんですけども、最近ね、パソコン、タブレット持ってない人とか、そういったね、iPhone1 台で全部をやってるっていう方は、こうやってね、最新機種に買い替えるっていうのかなりいいと思います。続いて北さん、iPhone12 無印から iPhone16 Pro へ買い替えました。また12から16だ。感想、まず画面の滑らかさに驚きました。そして写真撮影が楽しくて仕方がない。特にマクロ撮影、お花などを拙者で撮ったり、風景写真を撮ったり、行ってみたい場所が増える機会になりました。そう、今回の16 Pro に関しては超広角カメラも4800万画素になっているので、これレビュー動画でも言ったんですけども、こうやって近くで撮るマクロモードに勝手に切り替わるんですけども、この超広角でマクロで1倍で撮ったとしても4800万画素あるので、倍率1倍でこうやって近づいて撮ったとしても画質がめちゃめちゃいいっていう、それ今回の16 Pro の結構いいポイントですね。なのでマクロ撮影がいいと。なるほど。そう。あとね、このカメラをあんまり使わないから、いいカメラがついてる iPhone Pro とかいらないよっていうコメント結構見るんですけども、こういういいカメラを買ったことによって、外に写真を撮りに行くとか、そういったことも増えたりするので、あるに越したことはないですね。写真に興味がある人とかは、プロ買ってもいいかなっていう感じはあります。他にもバッテリー、ダイナミックアイランド、その他諸々全てが新しく別物といった気持ちです。次、コーチョさん。12 Pro Max から16 Pro Max に買い替え、4年ぶり。バッテリー持ちが悪くなってたのと、120Hz を試してみたかったのが主な理由。あと、デザチタの美しさに一目惚れしてしまった。モバイルバッテリー不要なバッテリー持ちに感動。あと、ベゼル細すぎ。買う前は全然意識してなかったカメラコントロールが想像以上に活躍してる。いや、それなんだよね。やっぱカメラコントロールって長期間使ってくると本当にいいところがわかるみたいな感じで、カメラコントロールはね、個人的にかなりありですね。カメラコントロールのためだけに16 Pro にしても、っていうぐらいまでいかないけど、めっちゃ便利です。あとは、やっぱバッテリーが悪くなってきたっていう人が多いですね。買い替える理由。あとは 120Hz か。バッテリーはね、モバイルバッテリー本当にいらないっていう人も多いし、買う前は全然意識してなかったカメラコントロールボタン。これね、iPhone 16にもついているので、今回15と16迷ってる人とかも絶対16にした方がいいですね。Apple Intelligence も使えるし。で、カメラボタンだけでも16シリーズ買う理由になると思う。そんぐらいね、結構いいんです。カメラ起動ボタンとして僕は使ってますね。逆に 120Hz に関してはそこまでかなって感じ。珍しい。120Hz に関しては結構慣れが大きいかも。多分このコーチさんも 120Hz 今、使っててそこまでかなって思ってるけど、そこから 60Hz に戻った時に、全然違うってなるから、多分慣れですね、これ。あれって思ったけど、今は60に制限してバッテリー持ち優先させてる。そうなんだ。人によるのかも、この辺は。そう、このリフレッシュレートに関しては、人によってね、この 60Hz と 120Hz 変わんないとかいう人もいるらしいので、もしかしたら人によるのかもっていう感じです。これはね、店舗とかで実物を見てみるといいかも。不満点は値段だけかな。いや、高いよね、最近。でも毎日肌身離さず使うものだし、お金かける価値あると思う。確かに。多分普段の生活の中で一番ずっと使ってるものって多分スマホだから、毎日何時間も
使うスマホがちょっとカクカクしてたり、アプリの起動が遅かったりしたら本当にね、時間のロスにもなるし、ちょっとしたストレスもこう積み重なっていくので、やっぱ最新の iPhone、スマートフォンを買うっていうのは結構 QOL 上がっていいと思います。続いて小川さん。14 Pro Max から16 Pro Max に買い替えました。買い替えた理由はシャッターボタン、カメラコントロールボタン、電池の持ち、そして最小起動1、2と48メガの超広角カメラ、120fps 撮影、動画の方ですね。動画撮影に USB-C30W 以上充電、20g 軽くなった重量、放熱性が上がった点。結構あるね。そうか、14 Pro 2年越しの買い替えですね。あと USB-C、そうだ。この中で言うと、僕の感想で言うと、シャッターボタンはめっちゃいい。電池持ちも結構変わってる。最小起動1、2とに関しては、最初はね、いいかなと思ったんですけど、YouTube ショートで紹介してる画面の明るさを限界以上に下げる方法。この画面を3回カチカチカチと押すことによって画面を暗くできる方法があるんですけども、それを使ったら最小起動1、2とね、あんまり違いなかったので、ここはね、これから買い替える人に関してはあんまり重要視しないでいいと思います。48メガの超広角。これは結構ね、マクロ撮影使う人とか、あとは風景写真を撮る人とかっていうのは結構大きいポイントですね。で、120fps 撮影は僕は1回やったぐらいかな。そのスマホのレビュー動画撮るときに 120fps だとこんな感じで映るよみたいな感じで使ったのだけぐらい。ただ、雰囲気のある映像を撮りたいとかそういった人はよく使うかも。Vlog とかに使うかな。USB-C はめっちゃいい。で、30W 以上充電は、これはね、Pro Max 27W とかだったかな。あんまり変わんなかったかな、ここは。で、20g 軽くなった重量。これはでかい。かなり重さ変わりました。放熱性が上がった。そうね。なんか、放熱性が上がったっていうよりかは、発熱がちょっと抑えられたっていう感じかな。で、順番にどうだったのか。めっちゃ長文で書いてくれてる。ありがとうございます。シャッターボタンは結構便利です。今までドックの右下にカメラアプリを置いてましたが、ボタンができたので、今はそこにファイナルカットカメラを置いてます。なるほど。結構同じですよ。今まではね、こっちにブラックマジックカメラで、普通のカメラ、起動するときはちょっと時間がかかったんですけども、一瞬で押せて、カメラコントロールボタンを押すことによって一瞬で起動できるようになったので、これは僕もめっちゃ気に入ってます。で、ドックに置いてたから、そのカメラアプリをドックに置く必要がなくなって、そこに動画撮影用のアプリを入れたって感じですね。で、手袋をしてても確実に起動、これが結構でかい。思った。昨日もめっちゃ寒い中、手袋をつけて、スマホのね、この2つの比較動画撮るために撮影してたんですけども、このカメラコントロールボタン、手袋をつけてても、これ物理式のボタンなので、パチッとボタンを押すことによって撮影ができます。で、手袋だとね、本当に反応しないので、そういうところもカメラコントロールボタン、かなり嬉しかったですね。冬にこそ活躍するかも。これはでかい。確かに。スライドで拡大はレンズごとの拡大にしていますが、あんまり反応がやっぱそうよね。押し込みがまあまあ硬いので、手が震えてブレたり、ピント固定の機能が作動してしまって、ピントが外れた。だから誤作動は結構多いかも。ただ、これアクセシビリティで、ピント固定の機能とかの感度っていうのは調整できますね。アクセシビリティ設定見てみてください。最近2回押さないと起動できなくなったので、これ変えられます、設定で。電池持ちはサイト通りちょっと持ちます。ただ、位置情報アプリを3つぐらい入れてるので、1日は、本当に、プロマックスで持たないんだ。アップルの探す機能とかだと、あんまりね、バッテリーの持ち変わんないので、位置情報共有してるんだったら、アップルの探す結構おすすめです。でも14の時半日ぐらいしか持たないってことは結構変わってるね。一番期待してたと言っても、最小起動1、2とか全然反応しなくてすごく残念です。これはね、やっぱりそんな変わんないんだよね。今までの最小起動って2、2とだったらしいんですよね。なので2から1、半分になってるらしいんですけども、結局1しか変わってないので、そんなに変化はないっていう感じですね。ホワイトポイントを下げるを使うと、すごく文字が見にくくなって逆に使いづらい。それね、ちょっとコツがあって、ホワイトポイントを下げるをした後に画面の明るさをちょっと明るくすると見やすくなるので、ぜひ試してみてください。そうね。コントラストを上げると明るさの自動調整。明るさの自動調整は僕はオフにして使ってますね。コントロールセンターに明るさ自動調整オンオフのボタンも確かに。これ、あれかな、ショートカットとかでできないのかな。で、コントロールセンターにショートカットを追加みたいな。もしかしたらできるかも。僕はいつもね、オフにしてて自分で調整してますね。それで慣れちゃった。そして48メガ超広角はあんまり実感がないです。48メガにしないといけないので、そもそもデータが大きくなるので、ちょっと見る。確かにね。ただ、48メガの超広角のメリットに関しては、例えばさ、1倍でこうやって近づくとさ、勝手にマクロレンズになる時あるじゃないですか。その時に真ん中1200万画素を切り出すので、1200万画素でもこう画質劣化が起きない。それがね、4800万画素の一番いいところだと思ってます。なので、0.5 倍にしなくてもマクロで綺麗な撮影ができるよっていう感じかな。で、120fps 撮影は最高。なるほど。これはスローモーションとかに結構使うかな。あと1と2倍しかできなくなるんですが、これわかる。そう。120fps が撮影できるようになりましたって発表会で言ってたんですけども、5倍レンズとか使えると思ったらそれ使えなくて、メインレンズしか使えないっていうのがちょっと残念ですね。来年はできるようになってほしいっていうか、来年は 8K 撮影ができるようになってほしいね。USB-C はまあまあ最高。Mac のアダプターを使い回せるので、SD カード読む。そう。そう、LAN ケーブルもできますね。で、この LAN ケーブルさせるのが結構良くて、例えば、引っ越しのタイミング
ミングで新しい新居の Wi-Fi 速度どうだろうっていう時に USB-C からラン端子に変換するアダプターを使って新居の有線 LAN をここにぶっ刺してスピードテストするっていうのをやってました。なので引っ越し近い人とかはぜひそのやり方使ってみてください。ただ 20Gbps の転送速度はあんまり体感上差がないんですよね。確かにそんなにデータを移行するっていう時ない。ただ SSD とかだと結構差はあったかな。30W 以上充電はまあまあ早いですね。ちょっと経ったら 20%。確かに 20g 軽い重量はあんまり高い。本当にこれ結構最初体感差あったかもな。まあケースによりますね、この辺は。放熱性は結構変わってます。バックグラウンドで流しながらマップとカメラと乗り換えるのめっちゃやるね。すぐ熱くなって動作カクカクになってほぼ見えなくなるぐらい。あ、確かにそう。今まではゲームやってるとこう画面の明るさが結構暗くなりがちだったんですけど、それがかなり抑えられた感じはしますね。なので放熱が良くなってるのか、発熱が少なくなってるのか、どっちか。まだ夏を迎えてないので夏にどうなってるか。最近買ったのかな。ベゼルが広くなったのとちょっと見やすくなった感じがします。あ、そうか。ベゼルが細くなったのか。これで使ってる感じあんまり差はないかもな。今のところ。慣れたら全然わかんない。ただ急いでカメラを立ち上げた時にビデオも写真モードの切り替えにまたついてるカメラはこれでなんかずっとあるよね。なんかカメラを起動したら真っ暗なままカメラ映んないとか。これがね、結構前からあってずっと治んないので、これはね、確かに直してほしいところ。変えて良くなかったところはまだ見当たりません。そこは Apple 製品のいいところ。確かに、ここは前の方が良かったっていうところあんまないかもね。せっかく16にしたので、インテリジェンスのも期待。確かに。長文すみません。いえ、ありがとうございます。続いて2さん。iPhone 11から16プラスに買い替えしました。iPhone 11でも不満はなかったんですけど、今までダサいと思っていたカメラ位置が iPhone 16から縦に変わったのと、ティールの色が自分の好みだった。あとは USB-C 対応もでかいですね。感想としてはもともと重いゲームをやらない自分からすると思っていたほどの衝撃はなかった。ただ11で撮れなかった星が撮れた時はなるほど。ナイトモードが11だと使えなかったのかな確か。16プラス珍しい。カメラ位置、iPhone 11はどうだったか。縦か。縦が縦になったのか。縦だった気がするけど。ティールの色が自分好み。そう、ティールはね、なんか結構好きっていう人多いですね。USB-C もでかい。思ってたほどの衝撃、結構5年ぶりだけどあんまり変わんなかったか。確かにライトユーザー、本当にスマホは写真撮るだけ、連絡するだけとかの人だったらあんまり違いは感じないのかもしれないですね。これめっちゃ参考になる。5年ぶりでもあんまり変わんないと。でもやっぱあれかな、バッテリー持ちとカメラが結構変わってるのかな。続いてモルペコさん。iPhone 12グリーン128から16 Pro、デザートチラニム見頃への機種変更です。4年ほど使ってバッテリーが消耗してきた後、あとは物欲に押され購入しました。やっぱバッテリー消耗でみんな買い替えるね。やっぱ4年おきの買い替えはめっちゃ多い。性能的には無印で十分だったんですが、見た目のかっこよさからせっかくならプロを買おうと決意しました。なるほど。画質が超綺麗、最大25倍ズーム、そして何といってもベゼルの小ささに超感動しています。カメラコントロール機能が気に入ってます。動かし方が一眼カメラを使う時とそっくり。無印にもあるけど、結果的にプロを買ってすごい良かったと思ってます。やっぱカメラ画質がね、結構感動する人多いかな。カメラはね、かなりすごい。で、最近の iPhone って暗いところで撮るときナイトモードって言って月のマーク出てくると思うんですけど、それをね、最大にしてあげることによって結構暗い場所でもかなり綺麗な写真が撮れるので、ナイトモードはね、ぜひ活用してみてください。それこそね、僕の普段の YouTube 動画もこの iPhone 16 Pro のログ撮影でね、撮ってるんで、ぜひ普段の動画も参考にしてみてください。ちなみにこれもね、普段 iPhone にこうワイヤレスマイクを接続して音も撮ってますね。やっぱバッテリー消耗で買い替える人が多いっぽいですね。4年おきに買い替え、バッテリー消耗が理由っていうのが一番多そう。続いてなきものさん。iPhone XR から16 Pro Max ってことは11と同じ世代だから5年ぶりですね。機能面は何もかも変わっていて非常に満足です。なんといっても充電の持ちがすごい。確かにあの世代から比べると相当変わってる。iPhone XR の時は通勤2時間ぐらいで早い。あれか、バッテリー劣化もあるのか。今は10時間以上持ちます。カメラもめちゃくちゃ進化しててすごい光学ズームの凄さを感じます。iPhone XR だったら 0.5 倍と1倍だけだったか。いいね。続いてヤキさん。SE2 から16プラスに機種変しました。理由はバッテリー最大容量が 74% だったのと、高負荷だとゲーム中にカクついてクラッシュしてしまうことがあったためで。SE2 だとゲームきついよね。SE2 僕もね、使ってた時期あったんですけども、ゲームやってるともうバッテリーの持ちがめっちゃ悪くて、ゲームやんなくてもね、SE2 も SE3 もそうなんですけど、バッテリー持ち悪いので、そうだね、SE 使ってる人は結構買い替えてもいいですね。ただ、なんか3月に SE4 が出るんじゃないかみたいな噂もあるので、ちょっと迷いどころではあるかな。バッテリー最大 74%、SE2 で 74% はかなりきついね。バッテリー持ちもいつも通り使っていて、2日に1回充電すればよくなったし、高負荷のゲームも快適。そっか、SE2 っていうバッテリー持たない機種から16のしかもプラス、でかい方、バッテリー持つ機種になったから、本当に2倍ぐらいになってるのかもしれないですね。重くなるとは聞いてたけど、そこまで感じなかった。そうなんだ。あれか。プロマックスだったらもうちょい重さ感じたかな。画面が大きくなったため、片手じゃ届かなくなってしまったのがミスったなって思ったんです。そんなヤキさんにおすすめなのが、こういうスマホリングですね。マグセーフでペタッとくっつけられて、好きな
な時にこうやってリンクを出してあげるっていう、これね、めちゃめちゃ便利なので、安いものだと1000円ぐらいで売ってるんで、マグセーフのスマホリンクかなりおすすめです。続いて Y さん。Y さんは一番最初にコメントしてくれました。15 Pro Max から16 Pro Max。なぜ買い替えしたのかは単に iPhone が好きででかいのが好きだから。なるほど。1世代しか変わらないから体験内容も変わらないです。なるほど。15 Pro Max から16 Pro Max だと、僕も15 Pro から16 Pro なんだけど、変わったのは超広角、カメラコントロール、バッテリー持ちも若干良くなったかなぐらい。あとはね、動画撮影が止まんなくなったかも。多分熱耐性がやっぱり上がった気がします。そんぐらいかな。やっぱ1世代大きだと最近はあんまり体感差はないのかもしれないですね。それこそね、こう動画 4K60 で1時間撮って止まる人みたいな人もあんまりいなさそうだから、確かに15から16はあんまり変わんないかも。続いて、バニーゴールドさんかな。14 Pro ゴールドから16 Pro デザートチタニウム。ゴールド系が好きなんだね。2年おきの買い替え。ソフトバンクの得するサポートの実施機器が来たため買い替え。これあれですね。多分4年契約で2年間払い続けて、2年後に返却すれば、残りの2年は払わなくていいですよってやつ。確か。色は文句なしの贅沢カラーへ変貌。ゴールド系も結構いいですよね。バッテリーがとにかくよく持つようになりました。カメラコントローラーズームの際、横持ちによく使います。これで、こう横。って感じか。もう何年も iPhone を使ってると価格度外視で普通に使えてしまってます。確かになんかその値段が普通になってくるもんね。安定した使いやすさが今回も感じられていいです。確かにそう iPhone の魅力はね、やっぱり使いやすいのとあとデータ移行がめちゃめちゃ楽なんだよね。多分ね、Android だとこのアプリの中の設定とかデータとかっていうのは個別でやんないといけないんですけど、iPhone はね、本当にアプリの中のデータまで結構まるっとコピーしてくれるので、そういった点も iPhone のいいポイントになってますね。続いて、朝ネギさん。SE2 から16無印に機種変しました。SE2 をバッテリー交換込みで4年半ぐらい使っての機種変です。SE2 を4年間すごい。めっちゃコスパいいね。いいところはバッテリー持ちがとんでもなくいいところです。いや、これはね、もう全然違うね。悪いところは画面がでかいのと、さっき買ったモバイルバッテリーの出番があまりないところです。16シリーズ買ったらモバイルバッテリー必要なくなりましたっていう人結構多いですね。やっぱSE 使ってる人からすると大きさとか、結構対象は違和感あるかもしれないですね。続いてクリフダさん。iPhone 13無印 128GB から16 Pro Max 512GB に乗り換えました。4倍の容量。で、買い替えは3年おきですね。理由は 120Hz をバッテリーが持たないのと動作が遅いと感じたからです。13無印でも結構きついのか。プロだったら 120Hz だったんだね。実際に買い替えてみて画面が大きくて漫画が読みやすくバッテリーもすごい持って iPhone 13に比べて動作が速かったのでとても満足しています。Pro Max だからでかくなったんだ結構。で、動作は、そっか、iPhone 13でもね、結構スペック未だに使えるやつだと思ってたんですけど、結構普通の、あれかな、ゲームとかもそんなにやりそうな感じではないですね。やっぱ動作とかも、やっぱ13と16、3世代で結構速くなってるっぽいですね。iOS 結構ね、アップデートするたびにちょっとずつ重くなってくるので、3、4年で買い替えるのかなりいいと思います。色はホワイトチタニウム選びましたが、いつも見ても綺麗でベゼルが細いのでかっこいいです。これ今使ってるのホワイトチタニウムなんですけど、これもね、めちゃめちゃいいですね。シュピゲンのカメラ保護フィルム L シリーズエディションを貼るとめっちゃいいです。あれか。ペタって貼り付けて剥がせばもう全部貼れてるってやつだ。レンズ単体のやつですね。レンズフィルム貼るんだったら、こう、全部一体型になってるよりも、こう、レンズ単体でなってるやつの方がおすすめです。続いて、ウラゴンさん。iPhone 13から16 Pro Max に変えましたが、良かったです。バッテリー持つようになったし、カメラが良くなったので、写真が綺麗に撮れます。多少サクサク動く気がします。人によるね、13から16 Pro で多少サクサク動く気がしますっていう人と比べて動作が早かったので、でも、劇的に変わるっていうほどではないのかな。ちょっとしたストレスがなくなるっていう感じですかね。バッテリー持つようになったし、カメラが良くなった。やっぱバッテリー、Pro Max にしたからだね。いいね。続いて、リンゴちゃん。iPhone 11から買いました。5年ぶり。iPhone の背面カメラの斜めなのがどうしても好きじゃなくて、待望の縦並びの16無印が出てすぐに購入。結構横並びが好きっていう人もいるし、縦並びが好きっていう人もいるし、分かれますね。カメラコントロールもすぐにカメラが起動するので便利です。やっぱカメラコントロール意外と気に入ってる人多いですね。その他のズームとかは画面の方からしていますが、一緒。そう。やっぱ起動ボタンになってる。カメラコントロールじゃなくてカメラ起動ボタン。気になるのがホワイトを使用していますが、背面の Apple マークで全然目立たないこと、Apple マークが好きな、確かにこう反射しないと、ちょっとわかんない感じはあるかもね。続いて黒さん。Galaxy S23 から16 Pro に買い替えました。iPhone に乗り換え。ゲームやってる感じだとあまり性能差は感じられませんでしたが、とにかく重い重量が。Galaxy S20、そっか。Galaxy の無印モデルはかなり軽いんですよ。16 Pro も軽くなったけど、やっぱり16の方が重いって感じか。片手でずっと持ってると結構辛いです。結局どっちが満足してるのかも気になる。Galaxy に戻したいのか iPhone の方が良かったのか。あおりさん。12 mini から16 Pro に買い替えです。産業で刀なら画面でかっ
バッテリー持つ都合、カメラボタン便利。カメラボタン便利。いや、確かに 12mm からだと相当変わるもん。カメラを一瞬で起動して子供の写真を収めることができるので、一番変えてよかったと思う。やっぱカメラをすぐに起動できるっていうのが、今回のカメラコントロールのいいところか。初プロもあってか、画質も興奮しました。120Hz もそうだよね、きっと。いい買い替えだ。続いて、犬ドッグさん。ライトニングから逃げたくて、13無印から16無印に買い替えました。端子問題ですね。アクションボタンで簡単にフラッシュライトをつけられるのと、珍しい。僕はね、ここはアクションボタンにブラックマジックカメラっていう動画撮影用のアプリ設定してるんですけども、あとはどうだろう、みんな何設定してんだ。PayPay とか設定する人もいるし、ライトは結構目立つ。カメラボタンが優秀なところが気に入っています。ホワイトを購入したんですが、デザインの印象としてはかなりカジュアル寄りで、そこだけあんまり好みではなかった。そうなんだ。ホワイトであんまり好みじゃなかったっていうの結構珍しいかも。総合的には買い替えてよかったと思います。日本語版 Apple Intelligence が待ち遠しいです。Apple Intelligence まだ長い。続いて、イオタさん。iPhone 11から16 Pro にナチュラルチタニウムにしました。カメラの性能やサクサク具合が異次元。5年ぶりの買い替えだ。意外とカメラ使ってる人も多いですね。SE2 から16無印に変えました。SE2 だと相当前だね。バッテリーが持たないのとカメラも購入当時は満足していましたが、今となってはいまいちすぎて。いや、確かにね、それこそダイナミックレンジ、この白飛びとかあるところも、最新の iPhone とかだとね、しっかり補正してくれるので、そういったところもいいですね。充電も Type-C で快適、マグセーフも使いやすい、バッテリーもかなり持つし、カメラもプロには劣ると思いますが、満足しています。そうか、無印だから、0.5、1倍、2倍って感じですね。でも、意外とね、望遠レンズ使わない人にとっては、全然無印でも十分だったりしますね。近場のご飯取るとかだけ。そう、こうやってね、近場のご飯取るとかだけだったら、プロでも無印でもほぼほぼ変わんないので、全然無印でもいいと思う。特にね、2倍ズームがめちゃめちゃいいので、16シリーズ買った人はぜひ2倍で写真とか撮ってみてください。結構寄れるし、画質もいいのでおすすめです。で、あとそう、昔、マグセーフ非対応の機種から、今回16シリーズに変えた人はね、ぜひマグセーフ使ってみてください。マグセーフめっちゃ便利で、マグセーフでペタッと充電もできるし、さっきみたいにスマホリングを取り付けもできるし、こういう三脚にペタッと貼り付けて撮影することもできるっていう、かなり便利な機能になってますね。続いて YTB-TK4 さん。iPhone 12 Pro Max 青256から16 Pro Max チタングレー256に変えました。容量は一緒。4年ぶりの買い替え。キャリアの下取り2年交換を適用していましたが、データ移行がめんどくさいという先入観もあり、しっかり端末料金完済するまで使ってみました。最新のデータ移行は iPhone 5や6の頃と比べて、いや、もうデータ移行がね、iPhone のメリットと、一番のメリットと言ってもね、過言ではないぐらいデータ移行はね、iPhone すごいです。これなら2年ぐらいに買い替えてもいいと思いました。使ってみてバッテリーの持ちが相当良くなったので、毎日充電せずにしっかり減らしてから充電しています。iMovie で動画のカット編集をしているんですが、12だと後半処理がきつくなりますが、16だと重たくならずいけます。なるほど。そう、今後のね、動画で紹介しようと思ってるんですけど、こういったね、左手デバイスを最近購入しまして、これね、それぞれショートカットキーを割り当てることによって、これをスマホとつなげて、パソコンみたいに爆速編集ができるんじゃないか。ショートカットキーを対応して動画編集できるんじゃないかと思って、ちょっとそういう動画も今後出そうと思ってます。ショート動画とかだったらね、パソコン使わなくても結構普通にできたりすると思うので、今年はスマホ編集もデビューしたいと思ってますね。そっか、16だと重たくならず、その他の能力は使いこなしてないのであまり実感できていません。バッテリー持ちが大きいか。そうか、動画編集も結構変わるんだな。続いてミントンさん、13無印から16プロに買い替えました。理由はちょうど2年買い替えタイミングのプランだったのと、前回無印とプロで悩んで無印にして光学ズームが使えず後悔したことがあった。ここ結構大事かも。5倍ズーム欲しいけど無印買おうとしてる人は後悔すること多いかもしれないです。使ってみての感想はカメラコントロールが本当に便利。そう、カメラコントロールね、やっぱいいよね。2倍5倍光学ズームが画質は超いいし、ちょっとしたものもかがまずにズームして、確かにね、足元にいる鳥とか撮りたい時にこうやって近づかないで、こう5倍ズームでポチってやって撮れるのはいいかも。でも5倍ズームはね、ちょっとね、被写体との距離が離れてないと撮れないのがちょっとネックだったりしますね。でも5倍レンズになった途端ね、この奥行き感っていうか立体感がかなり良くてね、カメラこだわってる人とかだったらやっぱ5倍ズームあった方がこう満足感は高いかも。フレームレートが 120Hz って結構違くて気持ちいい。やっぱね、全然違うよね。こうスクロールした時の目の疲れ具合も違う。バッテリーも強すぎる。今まで 100% で仕事から帰ると 30% だったのが60から 70%。ってことは、消費が 70% から 30% になってるから、もう倍ぐらいってことか。そっか、劣化とかも合わせると、13無印と16プロは倍ぐらいバッテリーの持ちが違います。でかいね。今撮影時間1時間なんですけど、このペースだと撮影時間2時間になっちゃうんで、もうちょいサクサクいきます。コシヒカリさん、11 Pro Max から16 Pro Max に買い替えました。何もかも順当にグレードアップしていて、特にバッテリーの持ちは段違いです。やっぱバッテリー持ちでかいね。5年ぶりの進化。ただ5年ぶりの機種変更という意味では、元々の期待が大きすぎたせいか、正直こんなもんかは否めません。技術的な限界を感じます。確かにね、5年ぶりだともう本当に別物になってるんじゃないかぐらい期待すると確かに、こんなもんかってなっちゃうのかもしれないです
ね。期待しすぎは禁物かも。続いて、ナイさん。15プラスから16プロに変えましたが、画面が小さくなった違和感があり、返品して16プロマックスにしました。今では満足しています。そう、キャリアとか、あとは家電量販店で買うと、返品っていうのは基本的にできないんですけども、Apple Store の実店舗とかオンラインストアで買うと、ちょっとね、これプロマックスじゃなくてやっぱりプロにしたいなとか、あと無印にしたけど、やっぱりプロシリーズ欲しいなってなった時に2週間までだったら、返品して新しいものを買い直すことができるので、こういったね、ちょっとどれ買おうか迷ってるっていう方は Apple Store で買うのがおすすめですね。マックスが好きっていう人も結構いますね。続いて、YOASOBIよく聞くさん。14プロシルバーから16プロマックスホワイトチタニウムへの買い替えです。リセールバリューを意識し、元から2年で買い替える計画でした。2年みっちり使い、購入金額の半分を超える値段で買い取ってもらえたので、9大点です。正直バッテリーもやばかった。何%ぐらいになってたんだろうね。白系の色が好きなので、表面はほぼ変わってません。シルバーとホワイト、確かにね、ほぼほぼ一緒よね。側面が変わったぐらいか。チタニウムと重心が変わったおかげで重くは感じないです。望遠で夜景を撮ったり、Apple Intelligence 機能を使って撮影した生物、生き物などの情報を手軽に調べたり、カメラコントロールボタンで簡単に高度な設定の撮影をしたり、とにかく毎日楽しいです。ベゼルも薄く 6.9 インチディスプレイの没入感も半端ない。Apple Intelligence もう使ってるってことはあれかな？英語設定で使ってるのかな？ Apple Intelligence ね、早く使ってみたいね。続いて、ヨッシーさん。Oppo Reno 9A から16プラスにしました。iPhone への乗り換え。12ミニが限界だったので、なるほど。12ミニから Oppo を1年間使って16プラスか。薄くて軽いのもいいけど、やっぱり厚い方がガジェットを使ってる感がある。動きもサクサク。リフレッシュレートは60に戻ったけど。そっか、Oppo は90だったかな。2分割画面は便利だったな。そう。Android はね、こう上下で2分割したり、そういった機能がね、結構便利なので、それもね、iPhone にそのうちついてほしいなとは思うけど、ちょっと厳しいのかな。空犬猫さん。iPhone 14 Pro から16 Pro に乗り換えました。2年。理由は14がバッテリーの劣化が始まってきて、ギガ数も少なくなってきて乗り換えました。使っていくと、カメラ性能も向上していて、カメラコントロールは16の無印もあったのですが、スコアやバッテリー持ちを考えると16の無印にしなくてよかったと思いました。そう、なんかチップが違うんだよね。今回16と16 Pro。あとギガも少なくなってきたってことは、容量も上げたんかな。びっくりですさん。バッテリー容量 76% なのと動作が悪いという理由で iPhone 12から16 Pro に買い替えました。16 Pro はバッテリー最大 85% で使用していますが、それでも12と比べたらびっくりするほど長持ちします。そう、最近の iPhone だとバッテリーの充電の最大容量っていうのを決められて 100%、95、90、85、80っていう段階で決められるんですけども、85にしてると。確かに昔の iPhone から乗り換えた人は、最大容量を 80% とかに制限して、バッテリーの持ち一緒ぐらいにして、2、3年使ってもバッテリーの劣化を極力減らすっていう設定にしてもいいかもしれないです。ゲームの快適さは 120Hz のヌルヌルさが一番の魅力です。重量については1日未満で違和感なくなりました。やっぱ慣れるのか。確かにね、15 Pro から16 Pro になって、20g 軽くなって最初は軽って思ったんですけど、よく考えたらね、この重量変わったの忘れてたんで、慣れですね。重くなった時も軽くなった時も慣れかも。確かに、15 Pro から15 Pro Max をメイン機にした時とかも、最初はね、重っとか思ったんですけども、もう1週間使ってたら慣れたし、またね、15 Pro に戻した時に、画面小さすぎておもちゃみたいって思ったんですけど、それも慣れたんで、結局慣れですね。アーミンさん。iPhone 13 mini から16 Pro に買い替えました。120Hz の可変リフレッシュレートとバッテリー性能。ミニより大きい画面への興味。プロモデルを使用したことがなかったため、その辺に興味があって決めました。長期にわたって使いたいから妥協したくなったか。確かにね、長期間使うんだったらやっぱりいいもの買っといた方がね、いいよね。それこそさ、無印を買っといて、4年ぐらい使うとして4年間、プロにすればよかったなって思い続けるよりも、やっぱプロ買って、別に無印でもよかったなって4年間思い続けるのだったら、無印でもよかったなって思う方が精神衛生上いいような気がするので、確かに迷ったらプロっていうのでも全然いいかな。かなり想定通りの使用感に満足していますが、唯一の欠点としては重い。確かに女性だと結構プロモデルは重いって感じるのかも。このあたりは小型機種からの買い替えだから。そっか、ミニからか。ミニからだったら確かにきついかもね。続いて、ムーンライトさん。SE2 から16 Pro Max に移行しました。カメラが故障していたのと、ストレージ容量が 64GB だったので、思い切って 512GB を買いました。すべてが変わりましたね。SE2 から Pro Max でもめっちゃでかくなってるし、めっちゃ新しくなってるし、すごそう。しかもカメラ壊れてたんだ。ストレージ容量もだって8倍だ。ブラックチタニウムや質感が全然違うので買ってよかったと思います。唐揚げさん。iPhone SE2 から16 Pro に変えました。前の機種はバッテリーの最大容量が 74% でバッテリー交換も考えたけど、新機能がたくさん増えるので機種変しました。やっぱバッテリーの持ちで買い替えたって感じですね。あと新機能もか。でもやっぱりみんなの買い替えの基準としてはバッテリーが持たなくなってきたのが一番でかいですね。色はナチュラルチタニウムで落ち着いて飽きない色だと思います。使っていて感動したことは顔認証とカメラですね。そっか SE2 からだと指紋認証から顔認証になるんだ。マスクやメガネをしていてもしっかり顔認証できるの便利でした。そう。結構ね、指紋認証 SE 世代、SE2 とか SE3 を使ってる人は顔認証
証微妙でしょ。やっぱ指紋認証が最強っていう人多いんですけども、意外とこうやって Face ID をね、使い始めると、やっぱ Face ID の方が便利だわって思う方が多いので、ここは指紋認証とか気にせずに全然顔認証の新しい iPhone に移行してもいいと思います。マスクやメガネをしていてもしっかり顔認証できるの便利。指紋認証だと手袋してたら指紋認証できないからね。顔認証はマスクしててもメガネかけてても認証できます。あと風呂でもね、濡れた指でも認証解除できるから、そういう点もいい。指紋認証は定期的に更新しないと反応しなくなる。カメラも遠くが綺麗に撮れたり、ナイトモードが使えたりと機能がすごかった。そっか、昔のは使えないのか、ナイトモード。ナイトモードがね、結構 iPhone のカメラを使いこなす上で大事なポイントですね。重さは最初はケースつけると重かったけど、もう慣れました。やっぱ慣れか。ケースはトーラスのリングがついてるものを使ってます。オースタンドスピンかな。スタンドとしても使えるし、とても便利です。トーラスのケースいいよね。レイさん、iPhone 15から16 Pro に乗り換えました。地味にカメラボタンは便利だし、バッテリーも前より持つようになったし、満足しています。発売したらすぐに買うのは Apple のお祭りに参加するのが Apple 信者だから。今回はプロになったんだ。カメラボタン便利。わかる。バッテリーも前より持つようになったし。15から16も上がったし、プロになったことによってさらに持つって感じか。NKEH さん、iPhone 13から16 Pro に移行しました。一番いいと思ったのはバッテリーの持ちです。ホワイトチタニウムの見た目がめちゃくちゃいいです。やっぱホワイトはね、安定なんだよね。飽きないし、めっちゃいい。やっぱバッテリーの持ち、バッテリーが一番でかい。フォックイーグルさん、13無印から16 Pro に変えました。まず画面が大きい &120Hz で操作が快適。バッテリー持ちはカメラ性能、そして16の中でもプロに変えたのが一番の理由が色です。ナチュラルチタニウムの色がかっこよすぎる。やっぱナチュラルチタニウムね、めっちゃいいっていう人結構いますね。クリアケースに入れて毎日ニヤニヤしています。わかる。確かに、クリアケース僕もめっちゃ好きで、全部クリアケースにしてるんですけども、やっぱ背面が見えるのいいです。デザインも損なわないし。タチカズさん、Xperia 5 Mark III からの買い替え。そろそろ新生活の時期でちょうど節目だったので、実際に変えてみるとアニメーションが綺麗で感動。Xperia 5って 120Hz なのかな。元がスナドライ888の機種とハイエンドではあったが、それなりのものめっちゃ発熱するってやつかなこれ。最近の機種に変えると処理性能上がっていいですね。角マスをやると画質などを最低まで下げても結構発熱あったが、画質を上げてもあんまり発熱しないし、充電の減りもそこまで速くならない。いいね。やっぱゲームをやる人は、マルチウィンドウね、やっぱ Android と iPhone でここが、あといつでも戻れるようにしてほしい。ついでに言えば右からでも、なるほどね。サファリとかでブラウジングしてるときに、こっちのスワイプだと戻るけど、こっちのスワイプだと進むっていうやつをどっちでも戻るようにしてほしいってことか。僕でもね、これ iPhone に慣れたからなのか、iPhone 仕様の方が好きですね。好みかな。やっぱゲームしてる人とかだと、発熱っていうのは結構重要視するかもしれないですね。関西施設チャンネルさん。iPhone 11から16プラスに変えました。理由としてはバッテリーが 80% を切った。変えて思ったのが、とにかく画面が大きくて使いやすいと思いました。11からプラス。電池持ちも良くて不便なく使ってます。ブラックを買ったんですが、とにかくかっこよすぎて満足してます。ブラックも安定だからね。重さもあんま気にならない。iPhone 11はでかくてベゼルも太かったもんね。続いてゆいとさん。13から16に買い替えました。理由はバッテリーを持つと返却期間が近くなってきたからです。これは買い替えプログラムみたいなやつですね。充電端子が USB-C になったことやカメラコントロールはすぐにカメラにアクセスできるのでいいと思いました。やっぱカメラコントロールはみんなカメラ起動ボタンにしてますね。買い替えチャンネルさん。15 Pro から16 Pro Max をでかい方に移行。バッテリーが全然違いすぎて16 Pro Max は結構使ったなーって夜になって残量を見ても40から50は残ったのすごいな。やっぱプラス Max は違うんだ。しかも15 Pro から16 Pro Max だ。ってことはやっぱ Max が違うんか。あと発熱も全然ないのがめちゃめちゃびっくりな点でした。続いてテグさん。SE2 だと少し性能に衰えを感じ、少しなんだ。意外とあれか、スマホをそんな使わない人だと SE2 でも意外といけるのかな。16に変えました。性能面ではよく、見た目も好きなのですが、カメラコントロールボタンはあまり使わないので15でもいいと思う。意外。LINE する音楽聴くぐらいだったら昔の機種でもいいね。元気さん。15無印から16無印。バッテリーの持ちが16の方がいいです。それ以外何が変わったのかわかんないです。やっぱ1世代だと変わんないっていう人もいるね。バッテリーの持ちが16の方がいい。ゆいさんかな。iPhone 14 Pro Deep Purple で懐かしい。から16 Pro Max デザートチタニウムに乗り換えました。両方あれだね、新色だね。ちょうど約2年経つ時期だったので、返却プログラムを使って機種変しました。カメラコントロールボタンが追加されたことで写真を素早く撮影できることですかね。やっぱそうだよね。あとはバッテリーの持ちがいいのと動画などの画質が綺麗ですかね。性能は14 Pro とあんまり変わんないですね。なるほど。2年でも性能はあんま変わんないか。確かに重いアプリ使わなかったら変わんないのかもな。それこそゲームアプリとか、あと動画編集アプリとか、あと重いアプリ。確かに僕もね、Twitter 見たり、YouTube 見たり、TikTok 見たり、ブラウジングしたり、あんまりね、重い作業しないので、確かにスペックの変化っていうのはそこまで感じないのかもな。意外と今から iPhone 13に乗り換えてもいけるのかもな。逆に今 iPhone 13 Pro とか中古で買って、実際にメイン機として使えるのかみたいな企画やってみてもいいかもな。サメさん、iPhone 8から16円。8から16ってことはあれかな？学生とかなのかな？ 8 からだったらもう何年？ 8 年？ 7 年ぐらいか。2点しかないと思ってたけど、
指紋認証の便利さに時々そうなんだ。ただし処理速度とか画質、音質は何倍も良くなった。ただプロシリーズのカラバリの方が好きだからプロにすればよかったって少し後悔。なるほど。キスケさん、11プロから16プロへ。11プロのバッテリーが膨張したため機種変。ナイス買い替え。大きく変わってはいないが、別量が薄くなったので画面がスッキリしていい。なるほど。意外と5年でも変わんないのか。iPhone SE 第2世代2020から16、4年ぶりの買い替え。てか SE 第2世代って2020なんだ意外と。SE3 じゃないか2020って。違うかな。変更の理由はバッテリーの弱体化、SE をサブにしたかったから。確かに今 iPhone1 台しか持ってなくて、買い替えたら前のやつ売るっていう使い方もあるし、例えば新しいやつで YouTube 見ながら前の端末でネットサーフィンするとかそういった使い方もいいし、サブキーを作るために新しいやつに買い替えるっていうのも全然ありだと思います。使用感、Face ID が良かった。マスクありでも認識したのすごい。色はこれまで通り真っ黒のモデルを選択。バッテリーかなり持つ。カメラの4800万画素に驚いた。SE に比べて重さがアップしているので慣れるのに時間かかった。なるほど。でも慣れたんだね、きっと。ヌーさん、iPhone 13 mini から16 Pro に買い替えました。ストレージはどちらも 256GB。買い替えた理由はバッテリーが下手ってきたこととカメラがしょぼいことです。13 mini、そっか、1倍2倍あれ ?0.5 倍1倍か。確かに2倍ズームできないんだね、13は。買い替えて良かったことはカメラ性能が良くなったことで、悪いとこは厚みと重さが増加したことです。そっか、やっぱでかくなったもんね。そっかそっか。サコポクさん、iPhone 7から16、9世代ぶりかな。理由は言うまでもなく、7は OS サポートが終了していてアプリが入れられないのと容量が限界すぎたため 32GB。当時は 32GB でも全然いけてたけどね。すごいよね。そのうちあれかな。1テラとかも10年後ぐらいには少なってなってるのかもね。OS サポートさえ続いてたら正直強いな。とりあえず最新機種を長く使いたいと思って無印を選びましたが、技術の進歩に毎日感動してます。カメラコントロールが割と不評な気がしますが、個人的にはパッと撮りたいという時にカメラが秒で呼び出せるので、それだけでわかる。めっちゃわかる。一緒。バッテリー持ちは本当にすごくてありがたいです。1日外で充電せず使っても全然余裕。しばらくモバイルバッテリーを持つ必要がなさそうなくらい持つと思います。とにかく値段が高いのが難点ですね。ほんと大満足です。ベッティさん、Xperia 5から16に乗り換えました。理由は液漏れしてしまって真ん中に緑の線が、普通に故障したから買い替えってことか。地味にカメラコントロールボタンも使えますし、サイズ感もいい感じですけど、他機種からの替えだったり、写真が多かったので12時間ぐらいかかると携帯会社から言われて、写真は、写真はね、あれよ、Amazon プライム会員入ってるなら、Amazon フォトっていうサービスがあって、その Amazon フォトを起動してログインしてあげればもう全部クラウド上にバックアップされます。それやった方が良かったね。で、16にしたら、Amazon フォトから見れますよと。あとは iPhone はね、共有アルバムがあるんで、多分ね、YouTube のチャンネル開いたらトップに出てくると思うけど、そういった使い方してもいいね。雄大さん、昨年9月の発売日に14プラスから16 Pro Max に変えました。でかいのは相変わらずいいって感じだね、じゃあ。カメラ構成良くなって画面でかくなって満足してるけど、画面、ちょっとでかくなったのか。バッテリーは14プラスと比べてもそこまで良くなった印象はありません。そうなんだ。前期は最大 84% で使ってたけど、16 Pro の最大 100% でも使えば使うほどバッテリー。そうなんだ。買い替えたばっかりなのかな。買い替えたばっかり1週間ぐらいはね、キャッシュ生成とかがあるんで、そういったので持たないように感じてるだけかな。飽きたらギャラクシーへ乗り換えるつもりです。それもあるよね。両方とも使ってみていい方を選ぶっていうのも全然ありだと思います。ゆうまさん、iPhone 11 Pro から16 Pro に機種変しました。充電器に挿していた充電マークになっているのに充電が減っていくことが増えていき、その他画面割れもしていたので、この機会にと思って機種変しました。なるほど。それあれかもね、充電器が問題だったかもね。PD 対応してないとか。5W 充電器を使っていたんじゃないか、それは。何にせよいい買い替えです。ミスター K さん、15 Pro Max から16 Pro Max。買い替えた理由は長いね。毎年買い替えることに決めて、すごっ！毎年買い替えてんだ。新機能、性能によらず毎年買い替えは決定。使用歴は6、10、13 Pro Max、14 Pro、15 Pro Max、16 Pro Max。一回小さいのも試してみようってなったけど、やっぱでかいのがいいって言って継続してる感じだね。まずはカメラコントロールボタンですよね。写真を撮るのが本物のカメラっぽくて気に入っていますが、配置やサイズ的になかなか使いづらい。iPhone をどんな風に持ってても2回カメラコントロールを押せば3回目のクリックでシャッターが切れるので、これ設定で1回にできます。その点はいいです。わかる。カメラが立ち上がら、これあるんだよね、なんか iPhone。これはね、直してほしいね。処理性能やバッテリー持ちについては特に変わらず、もともと良かったので不満もないです。画面も大きく見やすいですが、基本的な使用感は15 Pro Max の時と変わらず、逆に数ミリ筐体サイズが大きくなったことで、手への馴染みが悪くなったので、15 Pro Max のサイズの方が良かった。そうなんだ。これあんまりサイズ感の差は感じなかったな。もちろん歴代の iPhone と比べてどれを使いたいかと言われれば、16 Pro Max を選びますが、15 Pro Max は数年ぶりにいい iPhone。確かにね、15 Pro はかなり当たりであった気がする。今回の16
Pro も意外と当たりな気はするけど。アイドさん。iPhone 12mini 64GB から16 Pro 256への機種変更。4年ぶりの変更に容量は4倍。買い替えた理由は 12mini のバッテリー容量が 75%。12mini で 75% はやばそう。通常使用2時間で満充電から 20% になってしまう。きつい。容量 64GB でいろんな音楽を保存。重いゲームなどをする自分にとっては足りなくなった。処理性能面からなどの理由から機種変を決めました。賢い。実際に使ってみた感想としてはいいところ 120Hz ディスプレイ最高。バッテリー持ち最高。前機種に比べてカメラ進化がすごいなのです。やっぱカメラ、ミニだと2倍すらないからね。1倍から5倍までいけるようになったから、それすごいね。バッテリー持ちも違うもんね、全然。悪いところ 12mini がかなり軽かったことも、やっぱここは違うよね。重くて使ってみると少し不便だと感じる。まああれだね、ネックストラップにして首掛けにするとか、あとはスマホリングをつけるとか、そういった工夫必要かもね。カメラコントロールはカメラ起動ボタンとしてしか使わなくなった。同じく。散々売りにしていた Apple Intelligence は未だによくわからないっていうか、まだ使えないんだよね、基本的には。多分ね、今年の3月あたりには使えるように、なんか iOS18.4 で使えるようになるんじゃないかみたいな噂あるから、もうちょいの辛抱かな。で、結局 Apple Intelligence は何ができるんだろう。なんかさ、Android の囲って検索みたいな感じでさ、こんな感じでカメラインテリジェンスだっけ、ここのカメラコントロールを長押ししてこうやってかざすことによってそのものを調べられるみたいな機能がつくらしいけど、どうなんだろう。ちょっと早く使ってみたいです。結果的には満足していますし、すごくいいものを使ってる感があっていいです。毎日使うものですから奮発して買った甲斐がありました。結局ここなんだよね。iPhone 高い、スマホ高いけど、やっぱりいいものを毎日使うとそれだけね、いいです。ということで55人分の iPhone のレビューコメント読んでみたんですけれども、いかがでしたでしょうか。結局まとめると、買い替えタイミングに関してはだいたい4年おきぐらいに買い替えてる人が多くて、買い替える理由に関してはバッテリーの劣化とかバッテリーが持たないということが多いですね。ただ迷ったら4年に1回。今 iPhone 12とか使ってる人は買い替えてもいいのかなと思います。それこそね、15から16に買い替えたって人は進化感じられなかったっていう人も多いので、最低でも2年ぐらい。2年でも変わんないって言ってる人も多かったので、13から3年だな。おすすめなのは3年、4年。変えてもいいかなっていうのが2年。1年だったら別にそのままでもいいんじゃないっていう感じで、ぜひ参考にしてみてください。ちなみにね、今回のこういうレビューコメントを読みながら、こうだよね、みたいな感じで言う動画、久しぶりに撮ってみたんですけども、この動画どうでしょうか。好評だったらこんな感じで iPad 発売した時とか、AirPods もそうだし、いろんなもの発売したタイミングでこんな感じでやっていこうと思ってますので、この動画がいいと思ったらぜひグッドボタン、そしてコメントでも良かったですってコメントしてみてください。ということで以上、バイバイ。録画時間1時間41分です。